あと一つです、鍵。頑張ろう。どこにいるんだろう今。いる。まず2階ですよね。これ必要かどうかわかんないけど取っとくか。でちょっと整理しよう。危な。来ましたね。危なかった。すぐ来るね。音聞きつけて来たね。こっちまず整理しましょう。まずまだ終わってないところ、何か仕掛けがありそうだけど終わってないところ、明らかにここなんかレールがあって下にね降りられるところがある。明らかにここなんとかしなきゃなんない。あ、開けたね。そしてこっちの部屋にもまだこの仕掛けがある。電池を探す。やること一つ目、電池を探す。でこれはね今できるのかどうかわかんないのよ。だってさ、なんかさ、これ引っ張るにも何か道具を持ってきてさ、ここに引っ掛けんのかなと思ったのよ。なんかレバーみたく見えんじゃんこれ。でもさ、レバーかなと思うけどレバーじゃないのよね。ほらこうとかもさ違うのよ。レバーかなと思って調べてみたけど全然出ないじゃん。なんかありそうなんだけど。そしてここの裏に何か封鎖されてる扉がある。でも私の予想だとこれは多分今回のこの1日目は多分関係ないのではないかと思っている。多分ここがすごく大事な部分だと思うの。なんか事件の肝になる部分だと思うのね。多分ここにこの部屋に子供を監禁してたんじゃないだろうかと思うから、まだそこまで謎は解けないんじゃないかと思う。1日目じゃ。だからね、やれることって言ってはあんまないのよ。もうじっくりなんか見ないとね。来たね。ちょっとさじっくりこのこうやって誘導して、で私の、前回の動画プレイした感じで言うと、ハサミの部屋、ツリーハウスのところもツリーハウスの中だけでこう仕掛けが完結してたので、あそこにいるわ。この部屋の中でこのねこの部屋の中でなんか仕掛けが完結するのじゃないかと思う。それであとそうこのこれここのレバーみたいなやつ、このレバーも探さなきゃなんだけど、このレバーもそんなに遠くないはずなのよ。この部屋の中にもしかしたらある可能性があるのね。でもね、ある程度ほとんどはもう本当に見てるから、本当にね、なんかさちょっと待って、なんか違くないか、質感が違う。この3つそこそっちの金属の質感と、なんかここの金属のあるじゃない。やっぱりレバーあるじゃない。こういうことなんだ。あるじゃんレバー。普通にあった。マジか。これ開けてみよう。あ、隠し扉あったじゃん。普通に。マジですか。ちょっと先にさ、バールにして、これを外しておこう。今警官が後ろの部屋で詰まってるから、今のうちにここをで
バール使うとさ、音立てちゃうんじゃないかな。大丈夫かな。何これ、カメラ、カメラ、これか。監視カメラみたいなの。このカメラをどっかに設置して、このカメラで見るって感じ。リモートで。でもさ、もう大体終わるよこれ。あ、これ電池だ。あとはないかな。あとはここの部屋はなさそう。電池急に1個進んだら急に全部進む。なるほどね。ただ問題はいるよね、まだね。沼っちゃってるんだよな。彼はあそこで詰まってしまってるからここで呼んであげよう。彼の目を覚まさせてあげよう。マジですかこれ。動いてくれないとこれバレるからさ。絶対バレるって。なんかやったけど、あ、やってないね。これ動かさないと。詰まってる。まだやってる。なんか休憩中かな。で、何かが動きました。これなんだ。どうしたらいい。なんか出るよ。何かが出る。これどうしたらいいの。あ、戻すのか、もしかして。ここもう一回引いて戻ってくるね。ラッキー。これで鍵を取る。これ鍵だったのね。で、今警察の方が休憩中の間に私は下に降りて、待って、せっかくだからさ、さっきの部屋さ、おそらくこっから降りるんでしょうね。こっから降りたらすぐ鍵の部屋に繋がってるんじゃないですか。ほら、そういうショートカットだから、せっかくだから使いました。オッケー。これ邪魔だな。で、開きますね。これ別に猫が通る部屋ってわけじゃなかったんだ。開いたね。開いたけど、これ大丈夫かな。袋小路とかじゃないのかな。あとね、私この人形のヒントないって言ってましたけど、編集してる時気づいたんだよ。編集してる時見て、これ私の画面では画面の明るさ最大にね、してるんですよ。モニターの画面が明るすぎて、多分私の動画の明るさはそうでもないと思うんだけど、私がプレイしている画面がめちゃくちゃ明るいせいで、これが分からなかったのよ。これがおそらくね、編集してる時は、編集というかね、編集し終わった動画を見直した時には、これがしっかりと絵として認識できるぐらいの色の濃さで映ってるんだけど、今です、この電気の明るさのせいでこう白飛びしちゃってて、全くこれが絵として私の中で認識されてなかったのね。だからこうやって見ると、ああ、なんか女の子男の子でお父さんが並んでるなっていうんで、これでわかると思うんだけど、私の中でこれただの白い何かが貼ってあるという風な認識にしか見えないぐらい、ただの白い紙なのね。全然絵として認識してなくて分かんなかったのよ。だから沼ってたんだね。で、こういうのがあるときついなと思う。なんか暗いゲームをプレイすることが多いから、ホラーゲームとかで明るさを最大にしてるから、だからそのせいでね、一部白飛びして見えづらいところがあるんだよね、プレイ中。暗い時にはいいんだけど、もともと画面が明るいっていう時には結構見にくい時があって、ちょっとそれがまずいなという感じ。さあ、この部屋だね。先進めます。
地下室かな。まだ隠れるところがあるってことは、こっちに警官まだ来るってこと？あ、これ新聞をインタラクトできます。子供部屋がある。子供が遊ぶ場所があるってことは、この地下室に閉じ込めてたってことかな。子供なんか缶詰とかもあるね。なんか2階の廊下の奥の閉鎖されたなんか開かずの扉じゃなく、鍵だ。鍵を開けないことには、おそらく鍵を見つけるんだね。鍵。新聞読まなきゃダメっぽい感じかな。じゃあ新聞読みますね。ここが監禁部屋みたい。じゃああそこの部屋は一体何なんだ？なんて書いてあるんだ？なんか鍵がある。変わった形の鍵。なるほど。解決済み？え？新聞を読んだだけで、新聞の内容は全然わからなかったけど、勝手に新聞が鍵に変わりましたね。夜になってる、そして。で、この部屋から脱出しちゃったね。なんか飛んできてる。なんか、まるで紙飛行機が自分の意思を持って飛んでいるかのように、ヘルプミー、誰かが助けを求めて飛ばしてる。めちゃくちゃ、さっきまでなかったのに。で、監視カメラをいつまで持ってんだ、私は。もう使わないぞ。あそこの仕掛け最終盤で手にね、解決したから、全然カメラ使う機会なかったね。あれ、カメラ使わなくても全然平気っていうことだ。攻略することはできるということですね。逆に言うと。おびただしい数の紙飛行機がありますけど、なんかどこかに繋がっているようですね。なんかこの屋敷の外に繋がっているみたい。まだここもね、この木の謎、スコップで多分掘るんだろうけど、この木の謎も解決してないから、おそらくこの後もこの家には立ち寄ることになるんだろう。謎が全部解決しきってないこの家は。こっちだね。なんかあっちもある。こっちもある。どこ、違うなぁ。こっちなんかあっち側にも繋がってたし、こっち側にも繋がってるし。このお宅からも声聞こえるのよね。なるほど。こっち側からもこっち側からも行けるように、両方から。ずいぶんコントロールいいよね。紙飛行機のコントロール。紙飛行機選手権チャンピオンになれるんじゃない？世界選手権の。なんか、この辺じゃないかな。怪しいな、この赤い、見るからに目立つなんか建物。違うなんかめちゃくちゃここ怪しいけどね。なんて書いてあるのかな、ここ。ベーカリー、なんて書いてある？ベーカリーな気がするんだけど、入れそうにない。ただでも多分ここも目立つから入れるようになるんじゃないだろうか、そのうち。違うかな。すごく目立つんだよね。ただ今回はこの上登ってくんだろうかね。この上って見覚えあるのよ。前回の動画で私が街中大冒険した時に絶対ここ関係ない、絶対後々訪れる場所って言ってたところに繋がってるでしょ。ほら開いてるもん。やっぱそうでしたね。ガチャガチャなんか鍵かかってる感じだったから、普通に開いてるけどいいの？こんな夜中に物騒に。周り見なくて大丈夫？なんかスコップ見つけたよ、スコップ。で、ここ隠れるところがあります。ここも開けられます。なんか見ることできます。人の姿は見えないけど、この家もこの家で結構大きいな。これは取るのはちょっと後にしよう。こっちは何？こっちもなんかあるでしょ？地図ですね。金庫だね。なんだろうこれ。なんか取っちゃった。なんか取っちゃった。こ
れさ、持ったままっていうことは持ち帰れんのかな、こういうのも。家の模型だね。あ、結構いろんなところ。これはまた若干また複雑になって。鍵です、ガチャガチャ。ここもどうせ鍵がいるのか、ここは。情報、どっちみち鍵ですけど、これを取らないことには進まなそう。2軒目のお宅ってことですよね。なんでドキドキしてんの？変な薬でもしてる？変なもんでも食べた？発作が起きちゃったみたい。シャベルナイトって何？トロフィー。シャベルナイトのトロフィー。あれ？別に襲われたとかいうわけでもないのに、ただ自分で勝手に倒れて拠点に戻ってきたってこと？電気つかない。でもこれ拠点だよね。勝手にライトで。ちょっとホラー要素かな、もしかしたら。おお、誰かが脅しに来てる？もう場所バレちゃってる。ああ、夢だろうねこれ。夢だってのは分かったぜ。危な。ちょっとびっくりしちゃったけど。なるほどね。まあトラウマなんでしょうね、彼も。この主人公も自分のなんて言うんでしょう、この1作目の時のなんかさ、また警官、これなんだろうな、これさっきのオタク、これベーカリーって書いてない？ベーカリーって書いてない？さっきさ入れなかったあの家じゃない？その私がスコップを持ってきた家ではなく、もしかしたらだから次はあのベーカリーなのかな。なんかそこを監視してるよね。なんかどういう理由で次ベーカリーに行くのかわかんないんだけど、さっきのお宅に勝手に行ってなんでスコップだけ持って帰ってきたのかわかんないんだけど、そしてここにカメラがあります。ちょっと持ち物どうなってる？あれ？カメラ持ってる。監視カメラも。なるほど。だけどここから取ることもできる、置くこともできる。拠点からいつでも持ち出せるっていう感じのものなんだね。攻略には絶対必要ではないけど、あったら便利だよ的なものがここに収納されてんのかな。そんな感じっぽいぞ。そしてこっちにはほら、あ、何？ちょっとバール落っこちてんじゃん。ダメだよ、ちゃんと綺麗にしないとね。でバールとハサミゲットしてるけど、さっきもなんか手にしたシャベルはないね。ゲットしたことにはなってないんだね、あれはね。そして家の模型をなぜか持ってきちゃったけど、これ何に使うんだろう。今必要なものじゃないのかも。そしてここに私さテープ持ってんのかな。例えばさ、ここでインベントリ開いて、これテープってことある？違うっぽい。マッチかな。テープじゃないのこれ。引けないの？ここか。違う。この中に入れれないってことは違うのかね。これ何なんだろうな。このテープを聞けるはずなんだけど。という感じ。なんかちょっと待って。このお宅はクリアしました。チェックしました。そしてこのでっかいお宅に行きました。チェック入りました。そしてチェック入ったけど、あれだけでいいんだね。特に何もしないんだけど。そして今度はこのハテナマーク。どれ？ここベーカリーのね。ベーカリーがなぜか怪しいのね。なぜ私がこのなんかベーカリーが怪しいと思ってるのかっていうのは私は全然わからないんだけど、なぜか、もしかしたらさっき読んだ新聞かな。
はい、すいません。ちょっとクリップがなぜか途中で終わっちゃってました。それで、さっきの続きなんだけど、なんでここのベーカリーが怪しいのかはちょっと私はわからないんですけど、多分この屋敷が事件の大元になってるのかもしれないね。これが真ん中にあるってことは。だからなんか鍵がかかってて入れなかったから、その鍵をゲットするためにその鍵をこのパン屋さん、ベーカリーの方が持ってるとか、そういうことなのかもしれない。そういう感じなのかもしれないですね。はい、というわけで次はこのベーカリーやっていこうと思うんですけれども、一旦ここでね1日目をクリアしましたので、今月のフリープレイとしてちょっと紹介しましたこのゲーム、一旦ここで休憩を取って感想を述べていきたいと思います。はい、私がこのゲームにもともと持ってた印象はなんか鬼ごっこステルスゲームかなっていう風に思ってたんですけど、それがメインかなっていう風にね、動画とか1作目の、ゲーム実況なんかも見てると、こう鬼ごっこしたりステルスしたりしてるのが結構目について目立っていたので、そういう印象だったんですけど、実際にプレイしてみたところの印象だと、ちょっと高難易度の謎解きの方がなんか肝になってくるというか、メインの方なのかなっていう風に実感というか、私のプレイした感じではありました。で、鬼ごっこステルスゲームの部分に関しては特に難しいというわけでもなくて、アクションが苦手な方でも楽しめる難易度かなって思いました。で、特に捕まってもペナルティとかもないし、外に追い出されるだけで続きからプレイできるので、捕まることに対する恐怖心もないし、他の鬼ごっこステルスゲームでありがちなホラー演出とか、ホラー演出ね、ちょっと滑舌が悪かったんですけど、ホラー演出とかも少ないゲームなんで、怖いのが苦手な方でも安心して遊べる、ちょっとミステリーの雰囲気はあるので、ちょっと不気味なところとかはあるんですけど、不気味な雰囲気はあるけれど、そんな怖くもないっていう感じなので、ちょうどいいかなって思いますよね。このキャラクターの顔とかね、もうデフォルメされてて、可愛らしい感じですし、なので結構カジュアルな感じで遊べる。普通の他のステルスゲームとかだと結構シリアスだったりリアルな感じで怖いような恐怖心を駆り立てられるようなものが多かったりもするんで、結構そういう意味ではカジュアルに遊べていいゲームかなって思いますね。で、ただその分謎解き部分が結構難しいって感じていて、チュートリアルから操作の説明がほとんどないんで、感覚で理解しろっていう感じだなって思いましたね。海外のゲームだからあんまり説明がないですよね。謎解きの説明がやっぱり説明とかヒントがめちゃくちゃね分かりづらいものが結構あって、初見だとかなり沼る可能性があります。時間がかかっちゃう可能性がある。で、さらにね、ネットや動画でちょっと攻略わからないからちょっと探してみようかなって思って探しても、リリースされたこの作品がリリースされた当初1年前とはアップデートによってアイテムやオブジェクトの位置が変わっていたりもするんで、古い情報しかなかなか出てこなくって、探すのに苦労します。で、まだフリープレイになってからプレイ動画を出している方もまだ少ないんで、謎解きになった時がなかなか最近の動画を探すとかっていう攻略を探すっていうのが難しいので、ちょっと困るかなっていう感じですね。で、攻略のコツとしては、とにかく上から下まで隅々まで細かくしっかりインタラクトできる場所を探すことかなと思うんだけど、それが難しいんですよ。それを追われながらしなきゃいけないっていうことで、それがこのゲームの難しいところかなって思いますね。やっぱり追われながらだと焦りますし、一つの部屋に長くとどまっていられないので、一つ一つじっくり探すとか探索するっていうことがなかなかできないんですよね。だからヒントをそれだけ見落としがちになっちゃうっていうことで、普通にゆっくりただ部屋の中を探索してるだけだったら見つけられるようなものでも、
追われながらいつ見つかるかわからないっていうところから、結構自分ではしっかり見ているつもりでもやっぱりこう雑になってしまうというね、そこの探索が雑になるっていうところが、こうヒントを見落としがちになって難しいところかなって思いました。で、謎解きに詰まってサクサク先に進めないのがちょっとイライラしちゃって苦手かなっていう人にはあまり向いてないと思うんだけど、こういうの好きな人にはめちゃくちゃハマりそうなゲームだなって思いました。で、私自身はプレイしてみて、謎解きが難しいっていうところ以上に楽しいな、プレイしてて楽しいなって思うところが勝ってたので、クリアまではね、プレイしたいなって思いました。そんなに長くないと思うので、FF7 リメイクのね、実況も終わらせなきゃならないから、まずそちら一応メインでね、優先的にやりますけれども、2日目以降、このゲームせっかく始めましたから、なんか時間を見てね、2日目以降も動画を出していきたいと思います。なので皆さんもこの機会に、フリープレイできてる機会にぜひ遊んでみてほしいなと思いました。で、私もできるだけ短くまとめて実況動画にして見やすくこう出していきたいと思いますので、こう皆さんが動画見たいなと思った時、そのゲームプレイにこう謎解きにつまずいて攻略の役に少しでもね、そういう方の役に立てたらいいなと思ってこう出していこうと思うので、皆さんチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。